海外探偵マスターズ当チャンネルみるみるの中の人は2025年より韓国、台湾、タイの探偵マスターズに参加しており、本動画では2週目となる2度目の韓国探偵マスターズに参加する模様をお届け。そしてこの動画で奇跡を目撃することになるかも。本日は6月12日、福岡空港、明日韓国探偵マスターズがありますと。前日入りするんですけど、毎度おなじみ僕と、タイ探偵マスターズに引き続き、タムタムと、福岡のゲストコナンカードプレイヤーの、カッツンさん。カッツンさんが、はじめまして。はい、はじめまして。よろしくお願いいたします。誰だよ。なんか今年の韓国探偵マスターズ、SNS の状況を見るとなんか結構日本人のプレイヤーやる気でなんか多そうやけど、カッツンさんも、ね、参戦されるということで、今年の1月にあった東京探偵マスターズで4勝所取れんかったから、まあその、はい、ボロボロでした。リベンジとして最低でも4勝所取りに行くっていうことで、いや、だってコナンとなんか可愛いんですよ。初期の絵、まあ確かに大好きなんで。ちょっと今回僕はちょっと青1位を取りに行くつもりです。色かぶりかな。カッツンさんと。なんか前、博多のチャレンジ戦にいた時黄色握ってなかった。黄色握ってたんですけど、時間切れがちょっと怖くて、で、FBI 握ろうと思ったら、正気かと言われたので、ちょっと今、悩んでます。で、まあ今日は、前日になるわけなんですけど、今からソウルに移って、韓国のプレイヤーの方と、フリーと、あとそのままちょっと流れでファンミーティング行くことになっとるんで、まあそろそろ登場時間なんで、飛行機乗ります。頑張ろう。頑張りまーす。今多分動画的にはオープニングが終わったところなんですけど、カッツンさん待っとるんですけど、じゃあカッツンさんとは誰やねんっていう話なんですけど、博多のコナンカードプレイヤーで純朴という言葉を絵に描いたような、なんかあそこまで純粋にコナンが好きな人ってさ、あんまりおらん。レイヤさんもすごいし、みんなすごいけど、まあこの動画ですでに登場してる人といったらレイヤさん。レイヤさんは非常にバランスの悪いコナンを愛してる人。そんなこと言うなよ。萩祭り偏りまくっとる。一方カッツンさんは割とバランスのいい箱推しっていうか、こうまあ診断とか好きなイメージはあるが、診断というかちゃんとメインストーリーを愛しとるっていう感じはする。まあそこ動画をご視聴の方はカッツンさんって誰？まあ多分動画的には多分初めて出た方なんで今回の動画は今までとテイストが違って、九州旅行に来た時テレビをたまたまつけたら九州のローカル番組を見出したみたいな感じで、九州ローカル番組みたいな感じでもっとね楽しんでいただけたら、多分ね今回の動画はね九州勢博多勢のコナンカードプレイヤーで大受けかもしれんけど、ちょっと他の地域の方にはあんまり面白くないかもしれない。そんなことない。まあ誰それとは最初はなるだろうが、カッツンさんのお人柄にね、みんな嫌いになる人はいないと思うんで。ちょっとね、カッツンさん、今回ね、裏目標としてカッツンさんに拳銃を撃たせてみたい。なんかあんまり暴力という言葉が合わんこと方やから、ちょっと撃たせたら面白いかなっていうか。ということで、カッツンさんと合流します。カッツンさんのスマホやクレジットカード類のドタバタで、空港で1時間ほど足止めを食らう。電子マネーワオパスっていうのを作るのにめっちゃ1時間ぐらい戸惑ったりしたりとか、カツンさんがなんかホテル予約のスクショ送ってきた時に、なんか6人1部屋のドミトリー、初海外なのにもうドミトリー行くんじゃなんかチャレンジャーやなと思って安いだけで取ったら6人1部屋の多分大丈夫。ついてんのかな。でも言って韓国の治安ってそんなに悪くないような気がする。前向きコナンのエピソードの始まりみたい。ほんで到着しました。僕っぽいやつがある。表紙の写真が異なる韓国語版に興奮するカッツン。やこれなんか時計までめちゃくちゃいいと思って。オリジナルにしてはめっちゃいいですね。時計アクスタ。キャスパーさんたちと合流してフリーとファンミーティングに参加するためにボンチョン駅に到着しました。テクテクっていうテクテクっていうカードショップに向かいます。じゃんけんのやり方知っとる。韓国のハイバイボってやる。じゃんけんぽん。そうでボで出す。はいでハイバイボで。でアイコでしょはボって出す人とかもう一回ハイバイボで。そう。
ここら辺っぽいんだけど。デクデク。あ、ここや、ここ。あ、デクデク。そう。こちらがデクデク。地下1階がカードショップらしいですね。ちょっと緊張するな。今午後の10時で、マジで、4時半から、比喩でもなくずっとぶっ通しでこなかしちゃった。5時間半。やばすぎて。一生なんか回転寿司みたいに無限にこなかさせられよった。ワンモアうわゲまさかの、そうくー。レアリティすごくなかった。なんか、サインとか、なんそうみんなか、コミパラとか全部なんかレアリティかっけえと思って。ウルパラの人がいます。去年の緑の1位のアギメンスさん。あれ全部、パートナーサインやし、全部フルプラや。今や平和はチャレンジ戦やし、もう最高のレアリティ。そうや、カッツンはどうやった初海外対戦で。楽しかったよ。なんか、脳警視庁とか叫びよったけど。そう、ユミさんで、ノーケースト何事件で、ノーシンなんて。ということで、ソウル駅まで帰ります。マジで疲れた。やばすぎる。で、プレイが早すぎる。めっちゃ早い。なんか、とりあえずコンビニで晩ご飯を食べます。なんか、韓国のコナンカードプレイヤーと飯に行く流れになりそうと勝手に期待しとったら、全くそんなことはなく、まさかが倒れるまでこなかし続けるっていうやばい環境でした。今日のホテルがこちら。どう見てもラブホです。ありがとうございました。今日の宿、なんとね、ラブホ。いや、ラブホを、ホテルとして、展開しとる。で、予約は普通のトリップ .com っていう予約されたけど、どう見てもラブホテルです。ありがとうございましたみたいな。ホテルのアメニティのコーヒー、チュールかと思った。チュールみたいなデザインなんですけど、これめっちゃパンパンに入ってるんですよ。見て、でかいですよ。マジで。でかい、パンパンに入っとって、紙コップこのサイズですよ。おかしくね？これ多分日本の感覚で言ったら多分3杯ぐらい作れる量ぐらい入ってる。パンパン。薄めが好きなら3杯ぐらい作れそうなぐらい粉が入ってる。カツンさんと今合流したんですけど、カツンさんうっかり初海外なのに間違えて6人部屋を取ってしまうっていうことだったんですけど、どうでした？まず、ホテル、入れんくて、なんか、パスワードされてて、で、なんか、フロントの人とかもいなくて、なんかすんなと思って、で、なんか、そしたら、たまたま、なんか、電話されてる方がいらっしゃって、で、こうやってドアカチャカチャカチャってやって、なるほど。なんか、見かれて、オッケーみたいな上げてくれるって。すごい、今日この突で、破だ。しかも、その人が奇跡的に同じ部屋の人で、超奇跡。めっちゃいい人でした。よかった。ちょっとドミトリーの良かった。大体、悪くなかったです全然。駅の売店でパンを買うカッツン。スーパーにはたまらないね。カードニャン最寄りのヨッサム駅に到着して、今からカードニャンに向かいます。1年前は本当にフリー誌にカードニャン行ったけど、今回はマスターズの会場ということで、また来るとは思わなかったな。去年の動画ではここを歩きながら、いやー緊張するなとか言いよって、そこでワンショットさんとかとフリー対戦したっていうのは思い出があったな。意気込みとかある4勝目指して頑張ります。かわいい。ここを曲がる。確かここ曲がるんよね。あ、そう、ここ、残る。あ、人おるね。ツンさん、あまりの緊張に体調不良、お腹の調子が悪くなる。調子が悪いまでいかんけど。なんかお腹が、そう、何回もトイレに行って、いや、普通、なんか信じられ結構長い、男にしては結構長い時間トイレに出されて。
総合3位獲得。上位入賞者のデッキレシピ公開。だって青色とかさ、診断じゃなくて診断のカードないからね。もうなんか本当に数千円で作れちゃうデッキよね。誰でも作れる、初心者でも作れる。やばい、初心者がこれ握ったらダメだよ。まあむずいけど、よく読めない。なんか俺の代わりに解説してくれる。このデッキは今回探偵マスターズで使用したデッキは次回の動画で紹介予定。お楽しみに。でみんなすごい興味津々で反応を見てくれてる。マスターズ終わってちょっとね、なんか次の18時半あと1時間後ぐらいからなんか非公認チャレンジ戦みたいなのが始まるみたいですね。まあちょっと疲れたんでちょっとジュース買いに来たんですけど、なんともなんか胸がいっぱいというかしみじみとしますね。なんかものすごいなんか感情が爆発するんかと思ったら本当にしみじみとするなぁ。本当に2週ね、なんか世界中あちこち行って台湾の方とか香港の方とか、まあ、韓国の方はもちろんタイの方といろんな、 なんか世界中のトランカードプレイヤーと、まあ、対戦して顔見知りになって、で今回のマスターズはそういろんな国の方、もうアジア探偵マスターズみたいな感じになってて、でそういうみんなの前でちょっとちゃんと優勝じゃないか優勝はしてないか、3位と青い1位決めれたのがすごい嬉しいな。本当になんかありがとうございます。カードニャンでは探偵マスターズの後サイドイベントが開催されました。マスターズ3位なんで助言してくださいよ。これ見てください。はい、諦めなさい。ああ、もうダメや。一応ここに空き巣してこれ使ったら取ってます見るわ。まあ、釣れながらすごいと思う。なんかこうコラン TCG なんかハブになれたかなって、ハブ吉春じゃなくて中継点っていう意味のハブね。意外と日本語が通じるからめちゃくちゃありがたかった。ああ、まあアナウンスを日本語でやってくれたからね。ありがとうございますね。いや、まあやる前はさ、なんか韓国語できんやつは失格にさせるかもねみたいなそう脅かしの文章があって、ノー警視庁ノーシップでも通じました。4勝勝、そう僕4勝勝取ったけどカッツンが3勝4敗で取れんかったから4勝勝あげましたよ。成人？いやもう頭が上がらない。っていうのは自分に言うんじゃなくて、なんか自発的に言って言っちゃったよね。皆さんからいただきました。とりあえずね、ミョンドン行きます。ミョンドン。韓国ソウル随一の観光地ミョンドン。でここの3階にこれ猫カフェ3階、あとこんなそうよ、ここよ。こんな猫カフェと一緒のとこでやる。なんかレベルイメージなんかミョンドンに銃撃ちに来ました。暴力が最も似合わない男カッツン、銃を撃つ。うわー、タムタム。タムタムなんか撃ったことある？なんか人殺したことあるさ。カッツン反動なんかクソ食らった。で今からちょっとまあ移動会縮小会ご飯タイム。やっとまともな韓国飯や。チャンインタッカルビ。ミョンドンとカンナムに店舗を展開するチーズタッカルビ専門店。結構日本のマジで X とかで見たらこいつらチャレンジ戦めっちゃ勝っとるなって人がいっぱい出とったけど、結構ギリ4勝なんかギリ取れましたとか、まあ4敗しましたとか。韓国のレベルが高い。自分はもう2回目やからいいけど、多分カッツンも多分昨日ファミレで結構スピードに圧倒されたやろ。金額させてもらったら手がめちゃくちゃ素早いよ。一戦が一瞬で終わっていって、すぐで休みインターバルもなしに次のがもう始まってて、この人たち早い。終わった次行く。まあめちゃくちゃ賢い。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。これは量も結構あるぞ。確かに動画でしか伝わらないけど。やばい。
なんか韓国とかで流行ってる似顔絵屋さんで、なんかね、めちゃめちゃデフォルメしてくれる似顔絵を描いてくれますね。他の人のも気になるよね。ということで3人で描いてもらいます。これは似てるかも。かわいい。これ欲しいやつやった。欲しいやつやった。キッドのやああ、キッドのコスやつ。つ。コスのやつで。これその子が珍しい。その子がキッドコスしてるやつ。すごくないですか？初めて見た。2800円。オキャールでオキャも。でもかっこいいよな。さんは見ますけど、スバルさんなかなかないっすね。すごい。初めて見たスバルさんとする。ランも珍しいよ。ラン刑事がちゃんとしてないもん。悩むカッツンさん。なんだ。買ったらね、時計と、なんか台座がついてくるよ。対応したアクスタがついてくる。アクスタですか？アクスタ2のスタンドがついてる。時計が飾れるスタンド。はい。使い上げ。ああ、商売が上手ですね。その売り上げに貢献する。でもまあ時計ならなんか原作イラストが神なんで。はいホテルに帰ってきたんですけど、正直なもう言葉が出てこない。いやマジでね、その呼ばれる直前とか撮る前までは本当泣きそうやったけど、いざ手に入れたら意外とその泣きそうって気持ちじゃなくなって、なんやろ、なんかね、一周回ってね、落ち着いとる。多分外から見てたらいつもよりも落ち着いてるって言いながら多分中身は興奮してるんじゃないかな。青い木が一番綺麗で陶磁器みたいで、嬉しいのもあるし、恐ろしいっていうところもちょっとある。なんか自分を多分超えとるっていうか、多分 120% 出ちゃった感じがする。ホテル出ました。激戦を終えてね、もうマジで全然寝られんかった。気持ちが高ぶって。こんな時のために苦しくなったら飲むが良いと渡されとった睡眠薬を飲んだら寝れた。だから3位と色1位取った興奮は睡眠薬で寝られる。多分ずっと交感神経がね高ぶってすごいなんか多分今日の睡眠はあまり質が良いものではなかったであろうと横で見て思いました。ソウル駅カッツンと合流してロッテマートに行って買い物をするというお土産買って帰プラン。ります。美味しかった記憶があるよな。何人でもいけそう。あでもファイブガイズ、日本未上陸のハンバーガーチェーン店。冷凍肉を一切使わないハイクオリティなハンバーガーが人気。これでリトルよ。これで全然リトルじゃねリトルバーガー。え。これでリトルよ。これリトルバーガーっていうもんじゃないよ。なんかビッグマックぐらい。チョコレートとベーコン入りのよくわかんない通なシェイクだし。でピーナッツ食べ放題。チョコベーコンシェイク。ありだね。なんかすごいカリカリしとるんよ、ベーコンが。後で塩味がくる。ということで今インチョン空港、日本帰国直前なんですけど、本当に取れたっていうのが正直なところかな。本当にようやく取れた青とサインコナンが取れたっていうのが正直なところで、どうでしたか？僕はもういろいろと話しとるから一人で。いやまあ私だけのことで言うとまあなんというか成績はやはり芳しくなく3回連続ぐらい3勝3敗卓に今マスターズ行って、前回タイの時も今回も最後の一戦で、しかも欠損で結構残念な終わり方をしてしまって、アドバイスくださった方にとか応援してくださった方に対して申し訳ないなって思っちゃった。でもその分みるみるの中の人が取ってくれたので、ファミの日とか当日もなんか手作りのマーカーとかいただいたりとか、本当に親切にしていただいて嬉しかったし、日本の方も今までね、X でしか知らなかった方でお会いしたことなかった方に会えたので、それは本当に嬉しかったです。強い方とも当たったし負けましたけどじゃあ次カッツンさんかな。やっぱり1月のマスターズで結果振るわず4勝勝が取れなくて、うわーってなってる時に、韓国マスターズがあるっていうことで、
みるみる様に頼み込んで一緒に連れて行ってくださいということで、そのガッツがすごいいいよ。そしたらなんとか連れてってくださることになり、そもそもファンだったんで、シンプルにファンだったんで、一緒に旅できて嬉しかったなっていうのが、まあ率直な感想ですかね。初めて YouTube こういう風に出たんで、なんかこんなポットでのようわからんやつの、なんか旅記録みたいなのがちょこちょこ出てきてて、まあちょっと今回はね、ちょっと九州ローカル番組と思って見てくれてて、もう身内乗りとかお聞き苦しいとこあったら申し訳ないかったなと思います。今回カッツンさんのファンが増えてるはず。ということで、まあ本当に撮れるとは思わんかったんで、やっぱりこの貴重な瞬間に立ち会えたというのは嬉しかったです。そう、なんか出産シーンみたいな。いやいや、レアなトミックの。会場で司会の人がみるみるさんって言って、わーいやそうだったっすねって会場が言った瞬間を動画で撮れめっちゃ拍手しましたもん。て、よかったと思った。はい、ということで以上で、もう登場開始したんで、いきます。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。韓国で買ったグッズ紹介で、これがなんか多分前の昨日アニメイトカフェかな、アニメイトカフェのなんかアクスタとかいろいろあった中で、どうしてもこのなんか宝塚みたいな古谷さんと風見のグッズが欲しくて、ランダムじゃないポーチを買いました。これ一番最初に遭遇したラインナップがこんな感じ。安室さんから姉ちゃん来てほしいな。これは赤井さんかな、ブラックコーヒーだから赤井さんだ。わ、赤井さん。可愛くない？なんか巨大なブラックコーヒーと赤井さん。中国で発まあ売された、中国で海外の限定商品。中国いつか2月ぐらいに発売されたやつだよね、ちょっと話題になってて、これ欲しいってなってたんだけど、みるみるの中の人はその子が欲しいらしい。その子から姉ちゃんか。でも結構ぶっちゃけコナン以外はあたりでもコナンだとなんかコナンは新鮮味がないっていうちょっとか、ありきたりのポーズ他にあるんよな。結構この辺この絵のやつあるよね、表紙の。だっけ16巻か17巻か、うん、結構サイズはでかい。え一番あれだねって言ってて、まあカードと一緒に飾るのは全然そうありなんじゃない、しっかバリアスになっちゃいましたけど、りしょまあシンボリックではあるけど、パートナーカードと並べて飾ればいい感じかも。でこれがなんかやたらお買い得に思えるんだけど、こっちがさっきのマスコットがね3500円ぐらいで、これ2個でもこのマスコット以下だからね、そうちゃんと動く時計付き、時計付きのアクリルスタンド、こ見たら思ったれ1500円超お買い得。だね。あ、愛ちゃんだ、かわいい。まあ台座にこの台座に愛ちゃんつけて、アポトキシンつけて時計がつくっていう。苦手よ。さあ次は誰が出るかな。開けてん。はぁ、きたー、押してきました。私見かけたら超お買い得だから。でこのアムロさんめっちゃ可愛くない？自慢するみんなに。なんかこの安室さんは一体何を知っておるんじゃろう。どういう状況これ。これどういう状況だと思う？なんかサイコロでコーヒーカッププチ破壊しよう。これ状況がわかる。こんなシーンあったっけ？イメージ。結構いいっす。かわいい。これ1500円って安くない？でも本当にこれはいいな。だって普通にアクスタ1個買っても1500円ぐらいするやん昨今。状況はわからん。なんかダイスでなんかこうダイス投げてコーヒーをカチャーンってやってるシーン。謎。よし、終わるか。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。